さっきを描いた青い肖像は自分でも最高傑作になったという自負と満足感を与えてくれた。だがあまりに強い光は白い暗闇のごとく視界を奪っていく。目をくらませ注意力が散漫になっていたばかりか、記憶さえも白くかき消していったのだろうか。当時のことは曖昧にしか思い出せないし、思い出したくもない。一体どういうことだ？ある日突然、俺の作品がオークションで歴史的な高値で落札されたというニュースが流れてきた。直後に品のない記者たちが大量にアトリエに押し寄せてきて、俺は訳のわからぬまま無限に鳴らされるインターホンと永遠に鳴りやまない電話に悩まされる羽目になった。突如として俺は時の人となってしまったのだ。だがこの作品は贈り物であって売り物じゃない。一体なぜオークションなどにかけられたのか。そこへ今度は先生の遺作が出てきた。俺は一目見た瞬間、永遠に記録へと刻まれてしまうほど本当に美しい作品だった。だからこの絵のことだけはしっかり覚えている。母親の愛情を感じさせるといえば俗に聞こえるかもしれない。そういう誰もが持つような凡庸な感情をテーマにすると、作品自体も凡庸に陥りやすい。だがやはり先生はすごい。当たり前の感情、当たり前のモチーフで芸術と呼べる領域まで昇華させてしまうとは。しかしこの絵が俺の作品にそっくりだとして、今度はいきなり盗作疑惑をかけられてしまったのだ。さらに鍋島達也はオークションにかけるために自分の作品を少女から安値で買い戻していた。高値に釣り上げるために美談を作ろうとした。恩師の作品を盗み、しかも人の死で金儲けをしている外道。何もかも身に覚えなどない。俺は訳のわからぬまま白い闇の中で翻弄され続けた。犯人は当時俺が契約していたディーラーの男だった。あの男がサキを説得して作品を買い戻し、オークションで儲けた金を自分の懐へしまい込んでいたのである。この件では俺もおそらくサキもほとんど金を手にしていないはずだ。なのにいつの間にか鍋島達也はすっかり詐欺行為の主犯に祭り上げられていた。おかげで連日のマスコミ対応に忙殺されるばかりか、 SNS でも大炎上し始めた。罵詈雑言を浴びさせられるだけなら無視すればよかった。だが日常生活を脅かすような死刑行為が常態化し、固定電話はもちろんスマホも解約し、最終的には苦労して建てたアトリエまで畳む羽目になった。そんな時ネットである書き込みを見つけた。きっかけはそんなもんだ。直後に俺は記者会見で引退を発表した。言い訳はしなかった。無数のフラッシュを浴びながらただ頭を下げることだけがその時できる精一杯のことだったのだ。おかげで疑惑は全て真実として人々の間で記憶され、さっきも俺に騙された被害者として同情を集めるようになっていった。きっとあけびの家の人たちも俺を悪辣な詐欺師と思い込んだことだろう。だがそれでも仕方がない。嵐の中で叫んでみても向かい風によってかき消される。どうしたってこうなるほかなかったのだから。
あれから10年が経ち、事件は大半の人から忘れ去られている。最後の会見の時以外、メディアに顔を出したことがないのも幸いした。ネットでは俺の素顔として隣に座るディーラーの写真が出回っていたくらいだ。だが今でも俺を外道と信じる者は少なくないだろう。だというのに。先生、鍋島先生、見てくれましたか？見てくれましたか？ああ、もちろんせかすつもりはないんですが、今日はずっとこのことで頭がいっぱいで。小走りに近づいてくる足音に振り返ると、サキがまるで飼い主を見つけた小型犬のように駆け寄ってくるところだった。もし彼女に尻尾が生えていたら、勢いよくブンブンと振られていたに違いない。しかしあんなことがあったというのに、一番の被害者からここまで好かれているとは、一体誰が想像できる？当時は俺を信じてくれる者など、ほとんど皆無と言っていい状態だったんだぞ。落ち着いてくれ。部屋に着いてからだ。それともここで感想を言ってもいいのか？さすがにそれはちょっと。もちろん聞きたくないというわけではなく、先生に絵を見てもらえるのはありがたいんですけど、ちょっぴり恥ずかしいと言いますか。でもやっぱりちゃんと見てくれてたんですね。お忙しいはずなのに申し訳ないような。でも嬉しいです、すごく。そういう約束だったからな。もともと人に好かれるたちじゃないせいか、なんとも扱いに困ってしまう。昨夜といい、いろはといい、俺の周りには急に物好きが増えてしまったようだ。社会科準備室に戻ってくると、そこには太っちょの猫さえいなかった。いつも支配者の佇まいでデスクを占領しているブーヤンも今日はどこかに出張中らしい。あ、またコーヒーでもお入れしますね。いや、そこまで気を使わなくていいぞ。いいんです。私が先生に入れてあげたいんですから。それに皆さんもきっと後からいらっしゃいますよね。ああ、多分な。この社会科準備室もすっかりあいつらのたまり場と化してるな。けどそれだけにサキと二人きりというのは逆に珍しい気もした。どうぞ先生、私たちだけ先にいただいちゃいましょう。俺の前にカップが置かれ、サキがローテーブルを回り込んで白い湯気の向こう側に姿勢よく腰を下ろした。彼女は自分も両手で包み込むようにカップを握りながら、期待するような上目遣いでこちらの様子を伺ってくる。なんとも尻の下が痒くなってきそうな状況だが、二人の時しかできない話もあるか。母親の絵を再現したいだけなのかもしれないが、お前は俺の絵を意識しすぎだ。ええ、絵の感想なんですよね。でも言いませんでしたか？私は先生みたいな絵を描いてみたくて描くようになったんです。意識するのは当然と言いますか。最初はそれでもいいだろう。だが自分なりのテーマを見つけた方がいい。うまいか下手かよりも自分のであることの方が大切なんだ。誰かの真似じゃなくてな。だがサキは不満そうに唇を尖らせてしまう。ひょっとして真似されるのが不快だったということですか？そうじゃない。芸術家は自分だけの美しいものを持つべきなんだ。それは誰にも理解されなくてもいい。真似では決してそこにはたどり着けない。
以前俺も同じことを先生から教わった。なのに自分の口から出るとなぜか違った意味に響くような気がして妙な焦りを覚える。果たして正しく意図が伝わっているんだろうか。だったら、やっぱり私は先生みたいになりたいです。先生を目標にしたいです。そう言ってくれるのは嬉しいが、そういうことじゃなくてだな。いいえ、だって先生が言ったんですよ。誰にも理解されなくてもいいって。先生の絵が素晴らしいってことだけは先生にも否定してほしくありませんから。ああ、だからそれはそういう意味じゃないんだがな。しかもこの子の俺に対する憧れが想像を超えすぎていて、恥ずかしさを振り切って発狂してしまいそうだ。そこを踏み込んで口に出せるかどうかやろ。達也に関しては。なんか結局、踏み込んで。よしてくれ。今はもう画家ですらないんだぞ。あ、ダメだこれ。でもまだ書かれてるんですよね。何？入学式のアーチ。実は私ほっとしていたんです。もし先生が私のせいで絵を描くことまでやめていたらどうしようって。でも他にもあるってことですよね、先生の絵が。よかったら私ももっと先生の作品を見てみたいんです。ああ、どんな絵があるのか想像するだけで胸がいっぱいになってきて。先生？まさかそういう理解をされていたとはな。いや、今まできちんと話そうとしなかった俺にも非があることだろう。何よりこの子のまっすぐな瞳を前にごまかしきれる気がしなかった。すまない。でも君のせいじゃない。はい？それってどういう。書いてないんだ。とっくにな。途端にさっきの瞳に痛ましげな色が灯った。そんな。じゃあやっぱりわざわざそんな言い方するってことは、やっぱり私が。言ったろ、俺はとっくに画家として使い物にならなくなっていたとな。もともとスランプだったんだよ。ずっと描けていなかったんだ。君に出会った時に描けたのも、入学式の時も、たまたま調子が良かっただけさ。俺は何でもないと示すように、唇の端を持ち上げてみせる。だがそれでもさっきのまっすぐな視線を交わすことはできなかったらしい。先生は自分のせいにしてごまかす天才です。だって私のせいなんですよね。いいえ、私のためだったんですよね。何？引退を発表した時も私のためだったんですよね。とっさに言葉が出ず、俺は否定する機会を失ってしまう。ああ、うすうすはそうじゃないかと思っていたんです。いや待て。いいえ、わかりますよ。それくらいはちゃんとわかります。私あの時だってそこまで子供じゃありませんでした。俺が引退を決めたのはネット上にある書き込みを見つけたことがきっかけだ。それはさっきの父親を名乗る人物による投稿だった。なんと娘の頼みで真実を伝えるためだとして懸命に俺の無実を訴えてくれていたのだ。もっとも炎上中に下手な反論をするのは逆効果でしかなかった。うさんくさい偽アカウント、鍋島達也くん、自作自演お疲れさん。詐欺被害者が加害者をかばい始めるのはよくあること。こいつらも金をもらってるに違いない。などなど。リプランには無数の罵詈雑言が溢れ返り、そこには幼い娘にはとても聞かせられないような卑猥な言葉さえ含まれていた。群衆心理に飲まれた者たちの死刑行為は本来の目的を外れ、被害者にまで牙を剥き始めていたのだ。実際
先生が何の申し開きもせず謝罪した途端、住所を特定してやろうなんて人たちも興味を失って、私たちへの攻撃も収まったんです。俺はまだこの子を甘く見ていたらしい。さすがにそこまで見抜かれているとは思わなかった。やけに使われている理由にも納得してしまう。だから言ったろ、いい機会だったというだけさ。それに俺が書けなくなったのはさきとは関係ない。本当だ。いいんですね。先生にそんな真剣な目で言われたら、私は信じてしまうんですからね。ああ、誓って本当だ。俺が両手を上げて降参のポーズを取ると、さきもようやくほっと息を吐き出してくれた。ほっとしちゃいけないのかもしれませんけど、私も一つ胸のつかえが取れた気がします。さきが気にしなくちゃいけないことなんてそもそも一つもないさ。いくらなんでもそこまでは思えません。けど、先生もあの時もう少しくらいちゃんとみんなに説明してもよかったと思いますよ。かもな。だがディーラーが勝手にやったと言ったところで信じる者などいないさ。トカゲの尻尾切りだとかなんとか言われてな。いつだって興奮した群衆が求めるのは真実なんかじゃない。生贄だ。その役を引き受けるのが幼い少女であっていいはずがない。せいぜい絵の描けない画家あたりがふさわしかろう。錆びついて動かなくなったおもちゃ。飛べなくなった老いたゴンドル。インクの切れたボールペン。みたいに。目の前から消えたところで世の中に何の悪影響もないのだから。じとー。じとー。うわ、なんだお前たち。いつから聞いていたんだ。いつの間にか薄く開けられた扉の隙間から2人と1匹が縦に並んで瞳を輝かせていた。失礼ね。今来たところだわ。むちゃくちゃ嘘くさいぞ。昨夜は悪びれず中へ入ってきて、イロハは、得体を誇るブーヤンを米袋を持つように両手で抱えて入ってくる。理事長、また連れてきちゃったんですか。うちはそんな出世なんかしてないし。いや待て、まさかそいつのことを言ってるんじゃないだろうな。俺はもちろん太っちょな猫を指さしていた。ええ、入学式でスピーチされた校長先生より貫禄があると、1年生はほとんどみんな理事長と呼んでるみたいですよ。へえ、ポコタ理事長になったんだ。ポコタ理事長だね。うすうすそうではないかと思っていたけれど、この子はしがない非常勤講師よりはるかに高貴な存在だったというわけね。ステファニー理事長。ブーヤンはイロハの腕から抜け出すと、すぐにデスクの上にドスンと飛び乗った。そのまま太鼓を横たえ、さあ撫でたまえとばかりに後ろ足を一本だけピンと立てて腹をさらす。理事長だろうとただの太っちょな猫だろうと、人類が彼ら猫族の進化であることに変わりはない。仰せのままに撫でてやると、理事長陛下は満足げに喉を鳴らしていた。ブーヤン理事長か。まあ悪くはないな。どうして皆さんこの子を全然違う名前で呼んでるんです？まだ真面目に突っ込む人がいたのね。新入生には本当はステファニーが正しい名前だと伝えてもらえるかしら。ポコタだよ。2年生はポコタ民が多数派だし。なるほど。この子はいろんな名前で呼ばれる天才だったんですね。
なあ、実はこの猫はもともと社会科準備室で飼っていたんだ。だから、それより先生、やっぱり気に入らないわね。昨夜は形のいいヒップをソファーへ沈め、ストッキングに包まれた足を悠々と組んでみせる。猫の名前がか？忘れていました。コーヒーでしたらクルス先輩とイロハ先輩の分もありますけど。やったー。サキピのコーヒーマジで美味しいし、超好きだよ。いただくわ。それは飲むのか？とにかく私が一番子さんのはずなのに、あなたの過去について一番何も聞かされていないのは尺に触ると言っているの。うちもサキピとたっちゃん先生が妙に通じ合ってる感じするのは気になってるかも。すごいな。過去がバレてく、表沙汰になる準備がどんどんされてっとるな。世間の目に。秘密っていうのは2人以上が知ると秘密じゃなくなるんだよね。大した話じゃないさ。さっきの家庭の事情にも関わることだし、詳しく話すとあまりに長くなってしまう。強いて言うなら、さっきの母親が俺の絵の先生だということくらいか。大したことあるし。っていうか、それなのに最初意地悪してサキピに絵は教えられないとか言ってたわけ？そこにサキがコーヒーカップを運んで戻ってくる。いえ、別に意地悪されていたわけでは。だがカップを置いたところでいきなり咲夜がサキの手首を掴んでしまう。確かに意地悪ではないんでしょうね。テレピン油だったかしら。油絵の具に使う独特の匂いがする溶剤の名前は。爪の間からかすかにその匂いがするわ。美術部の人も油絵をやってる人は時々同じ匂いをさせている。名探偵か、それとも警察犬の真似か？ちゃんと手を洗えていなかったのなら、いいのよ。驚かせてごめんなさいね。咲夜は朗らかに微笑を返し、素直に手を離す。だが再びこちらへ向けられた眼光は夜行性の肉食獣のように鋭かった。鍋島達也に憧れるこの子が油絵なら、あなただって油絵をやっていたはずよね。でもあなたからこの匂いを嗅いだことは一度もない。いくら元画家だからって全く絵を描かないなんて不思議だわ。それでは人に教えられるはずもない。何が言いたい？まだ何か隠してることがあるのではないの？白状なさい。Right now! なんでこいつはいちいち高圧的なんだ？へえ、咲夜先輩っていちいちたっちゃん先生の匂いなんて覚えてるんだね。ただの加齢臭チェックだわ。やめろ。すみません、クルス先輩。私もさっきまで先生が絵を描いてないことは知らなくて、どうしてか気にはなっていたんですが、あえて触れないようにしていたつもりなんです。だから先生が自然に話せるまでは何？まさか俺は被害者から気を使われていたのか？またその言い方しとる。被害者って。あれ誤解は解けたはずなんだけどな。誤解は解けたはずなんだけどな。また被害者って表現使っとる。なんか時間が戻ったぞ。大丈夫か？そうなの？でもだとしたらやっぱりあけびさんには察しがついてるということよね。待て、それは大いに大した話じゃないんだ。それは本当に大した話じゃないんだか。スランプになって描けなくなった。だから嫌気がさしたというだけだ。絵のことを考えるのも嫌だった。
きっかけはあったが、俺はその前からとっくに書けなくなっていたんだよ。さきにもそう話してたところだ。ええ、その通りですけど。さきがちらちらと物言いたげな視線を送ってくるものの、俺はあえて昨夜から目を離さぬようにしていた。なんだかつまらない結論ね。現実なんてそんなもんだろう。作品を発表することができなくなった画家なんて俺に限った話じゃないさ。え？今度はさきもはっきりと俺の顔を振り返る。おそらく母親のことを言われたと思ったんだろう。俺が酒を入れないと眠れない体になってしまったように、あの先生でさえ一時ヒステリーを起こしていた。そのことに俺はどこかでほっとしていたような気がする。自分だけじゃなく、やっぱり先生もだったんだと。だから彼女が意外そうにきょとんとするのをかえって不思議に感じてしまう。ひょっとして先生も母が絵を発表しなくなったのは描くのが嫌になったからだと思っていたんですか？何？どういう意味だ？いえ、それは。だが、さきは考え込むように顎に手を当てたまま黙り込んでしまう。まさか俺の勘違いだとでも言いたいのか？でも曖昧に納得していたものの、俺が指示していた頃は先生にヒステリーの兆候などなかった。作品を発表しなくなったのはさらにもっと前のことになる。さきが生まれたのはそのずっと後のだから、考えてみればまるで時系列が合わない。でもあの先生を表変させてしまうほどの理由など他に想像できるか？俺の知らない事情が何かあったとでも？そういえばうち新作のお菓子買ったんだよね。季節限定みたいな。広げていい？あのな、いろは、学校でお菓子を出すのもどうかと思うが、話をぶった切らないでもらえるか？だってうち難しい話はよくわかんないしさ。今日もたっちゃん先生が勉強見てくれる約束じゃん。その通りではあるんだがな。いろはは空気を読まず、早くもお菓子と勉強道具を広げ始めている。まあたっちゃん先生が絵を描きたくないならさ、別に理由とか難しいこと考えるより自分の気持ちに従っちゃえばよくない？そういうのっていやいややっても楽しくないじゃん。描きたくなった時に描けばいいだけだし、たっちゃん先生ならどうせその時が来れば描けるよ。うちのこと助けてくれた時みたいにさ。こいつはお世辞にも学校の成績がいいとは言えない。でも優しさは常に知性に勝る。どれだけ上手に方程式が解けても、たとえ宇宙の真理を解き明かせても、優しさがなければ人のために役立てることはできない。いろはは暗記問題を見当違いの方向に外すことはあっても、人として大切なことは外さない子だ。それもそうね。楠木さんやあけびさんの言う通り、いやいや口を割らせても意味のないことだわ。けどただ待つだけというのも私の性に合わないわね。なぜお前の都合に合わせなきゃいけないんだ？それならみんなで写生大会とかああいうのやってみるとかよくない？みんなで絵を描くってことですか？そうそう、みんなで絵描いたらさ、たっちゃん先生も描きたくなっちゃうかもじゃん。今度の日曜予定合わせて行ってみようよ。おい、さっきと言ってることは違うだろ。だってうちもたっちゃん先生やさきぴに影響されてさ、描きたい欲、そういうのが高まってるとこあるんだ。
いや、俺が引率することになってるようだが、どこへ行くつもりなんだ。そもそも社会科教師の俺が学生を勝手に写生へ連れ出すというのも問題がある気がするぞ。社会科見学を兼ねていればいいのではなくて、ほら、ちょうど楠木さんが勉強していたところでしょ。うちの県にあるのよね、マジフルカラオケが。合唱作りってこの近くにあるの？見たい見たい。それは絶対見たいかも。合唱作り？なぜかさっきまでハッとしたように顔を上げる。いや待て、県内ってだけで近くはないだろ。運転できるのも確実に俺しかいないよな。いいじゃんいいじゃん。行きたい行きたい。直接目で見て絵まで描けば今度こそ絶対確実に覚えられると思うしさ。お願いだし。ここは岐阜か？いろはに右手をつかまれ、だだっこのように振り回される。落ち着いてくれ。だいたいもう完全に覚えるとしか思えない。おっと。そこに反対側からも控えめに袖を引っ張られてしまう。先生、私もその先生と一緒に絵を描きに行ってみたいです。さっきまで。そうなったら純粋にすごく嬉しいと思うんですが、もしそっちの方へ行くならさっきは上目遣いの瞳に一瞬切実な光を覗かせる。多分美術館に寄ることもできますよね。おいおい、一日でそんなにあっちこっち行くつもりなのか？でも社会科見学ならあの美術館には郷土の資料もあるはずですし。ああ、私もあそこの資料室になら興味があるかもしれないわね。クルス先輩？そうですよね。お願いします。クルス先輩からも一緒にお願いしてもらえませんか？どうしても美術館もコースに加えてほしいんです。そんなに見たい絵でもあるのか？咲夜にとってもさっきの反応は予想外だったのか、勢いに押されるように軽く背を背けられている。まあ、もともと私の言い出したことだしね。たまにはあなたの頼りがいのあるところを見てみたいわ、鍋島先生。結局三者三様に期待の眼差しを向けられ、あとは後ずさりたくなるのをギリギリで耐えた。こらえたか。絵に関わるのは今でもいっぱいいっぱいなんだぞ。だから写生なら人物画ではなく風景画だ。横で見ているだけならまあなんとかなるか。せっかくやる気になっている学生を教師の都合で諦めさせるのも違う気がするしな。たく、非常勤講師は時間外労働に手当がつかないんだぞ。やったー、たっちゃん先生大好きだし。今度は右側から思いっきり首ったまに抱きつかれてしまう。だからお前のさえずりひっつかれると当たっちゃいけないものが当たっちまうんだよ。こらこらこら、ひっつきすぎだぞ。鍋島先生、私もわがままを聞いてもらえてありがとうございます。嬉しいです。先ほどは遠慮がちに、袖をつまむだけだったさきも左肘のあたりをきっと強く握ってくる。二人とも落ち着い顔を上げると正面に咲夜が不敵な笑みを浮かべて仁王立ちしていた。両手を上げなくてもいいのかしら。あるいは背中で腕を組むのがマニュアルだったはずね。これは両手を塞がれているからで誤解を呼ぶような言い方をするんじゃない。いいえ、誤解なんて人聞きが悪いわ。つまり
今は拒否の意思を示していないということでしょ。咲夜は笑みを不気味な形に変え、両手を怪しげに広げにじり寄ってきた。まさかお前冗談はよせ。いいから観念なさ。いきなり右に荷重をかけられ、俺はギリギリで咲夜の襲撃をかわす。ダメダメ、うちらを利用して咲夜先輩だけ正面から抱きつこうなんてずるいし。そうです。先生が意思表示できないタイミングを狙うなんて、クルス先輩はズルをする天才です。さらに咲からも全身に引っ張り寄せられ、今度は左によろけてしまう。まさか咲がここまでするとは思わず、不意をつかれて右に左に翻弄されてしまう。ちょっとあなたたち邪魔しないでもらえるかしら。私だけまだ身体的接触を図れていないのよ。私だけ。だからそもそも身体的接触王だな。どうするのが正解か誰か教えてくれ。いつか俺本当にクビになるんじゃないだろうな。なのにどこか嬉しいと感じる自分もいて、余計にどうしていいのかわからなくなる。やはり俺はろくな教師じゃない。愚かな人類がわーわーと喜劇を繰り広げる中、太っちょな猫は平和の象徴のように大きなあくびをした。